KIA はこの探究学習を日英バイリンガルで効果的に取り入れるために実践を繰り返してきました。2015年に PYP 認定校となって以降もなお進化を続けています。PYP では教科の枠を超えた世界共通のテーマというものがあります。探究は教科融合型と言われており、このテーマの中で科目を横断して学習が行われます。例えば、私たちは何者なのかというテーマでは、幼稚園では自分と友達の好き嫌いから見た目、家庭やクラスの習慣やルーティンの違いを比べてみたり、みんなが違ってみんないいという大事な価値観に気づく内容を学びます。初等部中学年では身近なコミュニティでの自分の役割や人との関わり方に関連して考えていることや気持ちの違い、自分たちの文化的慣習と違った文化に触れたりしていきます。そして高学年では自分自身に立ち返り、友達や先生、さらには地域の人々、場合によっては他校や世界の人々との交流を介して自分とはというアイデンティティの革新に触れていきます。他にも私たちはどのように自分を表現するのかというテーマでは、伝統文化や現代の芸術、メディアの表現による捉え方と責任、またさまざまな美的感覚、多様なコミュニケーションや人々の大事な価値観や信じていることを何を使ってどのように表現するかということを探求していきます。私たちはどのような場所と時代にいるのかというテーマは、教科でいうと地理・歴史のようなイメージで、どのようなものにも人にも古今東西さまざまな体験と事実があるということを学びます。私たちは自分たちをどう組織しているのか、身の回りの整理整頓から身近な交通機関、小さなグループで共同することや物事を決める方法、また会社や政府などの大きな組織の仕組みに至るまで、人の作る組織について観察したり体験しながら理解していきます。世界はどのような仕組みになっているのか、地球上の自然の原理原則、動植物の自然、単純な化学反応や物理の法則などについて学んでいきます。観察したり植物を育てたりする中、算数の知識と技能を使って大きさを測ったり記録することもあります。この地球を共有すること、これはさらに幅広く環境問題や人権問題、紛争、世界の問題や身近な事象と関連づけて知識を得た上で、私たち一人一人の人としての責任を学びます。お友達と限られたスペースやものを共有することや揉め事の解決方法、クラスや学校というコミュニティの一員であるという感覚を育む内容になっていきます。PYP の探究学習ではこのようなサイクルの中で学習を進めていきます。導入、発見、整理、発展、結論、行動、そして振り返り。行動では自分の学びを生かし、さまざまなアクションを実践していきます。小さな活動から社会活動に及ぶまで、最後に行動があるのが特徴的で、自分の学びを他者に共有し、感動、もしくは共感してもらうことで学びの責任を達成したと考えます。